こんにちは。今回はこちら、ダイソーで購入しているメランジのアイボリー。こちらを使ってスヌード編んでいこうかなと思います。アクリル 100% で 60g108 メートル入ってます。で、かぎ針が7号から8号ですね。で、こういうのを使っていきます。で、今回はゆったり 8mm で編んでいこうかなと思います。で、中心から糸を出していきます。はい。中心部分から糸を出してきて、で、鎖編みを編んでいきます。ここでぐっと締めて、鎖編みを1、2、3っていう感じで好みの長さ、鎖編みを編んでいきます。はい。こんな感じで今回は60目の鎖編みで始めていこうと思います。で、こういう風に持って、で、ここで最初のところまでこうねじれないように持っていって、今回はねじらずに編んでいこうかなと思います。こういう風にして、で、この状態でこうですね。で、次はこの V の手前1本をずっと手前に避けて、こういうところを取って編んでいこうと思うので、ここで引き抜き、で、つなげました。で、鎖編みを2つして、で、糸をかけて、この根元から中長編みを編んでいこうかなと思います。前回も同じような編み方したんですけど、前回は引き抜いた糸をそのまんまこうやって2本引き抜いてたんですけど、今回は普通に中長編み。こういう風にしていきます。で、ここは1つ目っていうことで、マーカーをつけて進めていってもいいですね。これで、糸をかけて、ここをずっと取っていきますね。糸をかけて、で、中長編み。糸をかけて、この同じところを取っていきます。3本を一度に引き抜きます。糸をかけて、針を入れて、で、また新たに糸をかけたので3本一度に引き抜きます。これでぐるっと一周、このマーカーの手前まで編んでいきます。はい。こんな感じで最後の目まで中長編みを一つずつ入れてきました。そしたら最初のこの中長編みの頭を針を入れて、引き抜き、で、立ち上がりを一つして、で、裏返しにして、で、この V を残していきたいので、その手前の、このポチッとしてるところ、ここを糸をかけて、一番最後の目の裏ですね。ここを取って、引き抜いてきて3本を一度に引き抜きます。で、これが1つ目っていうことでマーカーをつけて、また進めていこうと思います。マーカーをつけて、で、糸をかけて、このポチッとしているのを手前から向こうに取って、糸をかけて3本を一緒に引き抜きます。糸をかけて、で、こういう風に見て、ここですね。ポチッとしているとこ取って、糸をかけて引き抜いて中長編み。これでずっとこのマーカーの手前まで編んでいきます。はい。こういった感じで最後の方まで編んできました。そしたらこのマーカーが入っているところが一番最後なので、ここちょっと落としがちなんですけど、糸をかけて、ここ。一番最後にも同じように目を入れて、で、またここでマーカーしといてもいいですね。ここが一番最後の目っていうことで。で、最初の細編み、中長編みの頭に針を入れて、で、引き抜き。で、立ち上がりを一つして、で、裏返しにして、で、ここの上のところではなくて、その手前のポチッとしてるところ、ここを糸をかけて中長編みで取っていきます。3本を同時に引き抜きます。で、ここでマーカーを付け替えて進めていきます。ここは一番最初ということで、マーカーを付けて進めていきます。で、糸をかけて次はここ、糸をかけて3本を一緒に引き抜きます。こういう風に往復編みでずっと中長編みを入れていこうかなと思います。手前1本、こういう風に取って、中長編み。それでぐるぐる往復編みで編んでいこうと思います。はい。こういった感じで一玉分編んできてました。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13段編んできてます。13段最後まで編めてないんですけど、ここでつなげていこうかなと思います。で、もう半
半分ぐらいですかね。糸の半分ぐらい編めたらいいなと思うので、ちょっと半分ぐらい残っているので、これをつなげていこうかなと思います。どんなつなげ方でもいいんですけど、中長編みの途中で編んでいこうかなと思います。この裏のところを手前から取って、で、この途中で、どっちが裏でもいいんですけど、こういう風に当てて、こういう風にして、ここでつなげて編んでいきます。中長編みなので一気に引き抜きます。これで新しい糸に変えれました。で、1回だけここで巻き込んで、糸をかけて同じように編んでいこうかなと思います。で、糸は残して、後で糸始末していこうかなと思います。これで半分分編んでいこうかなと思ってます。はい。こんな感じで編んできてて、で、全体的に、1、2、3、8、19、20、21、22段編んできてます。ここで終わりにしようかなと思って、で一番最後引き抜きして、で、鎖編み一つでぐっと留めておこうと思います。で、糸をカットします。で、ここで糸をカットして、スッと抜いて糸始末していきます。針に糸を通して、どっちが表でもいいんですけど、こちら見えてる方を表にしようかなと思うので、糸をここにね、つなげてるから、つなげてる面に糸始末しますね。で、こういう風に中側に針を刺して、最初だけグッとここを留めておいて、で、あとは返し返しで、編み地が少ないのでちょっと難しくはなるんですけど、返し返しで、一回引き抜いたら何か糸をかけて、進んで、で、ちょっと進んだら糸を抜いて、手前浅く拾ってますね。こんな感じで何回か巻き込みながら糸始末していきます。こんな感じで。で、何回かしたので、ここで糸をカットして、で、糸が出てるとこは全部同じように糸始末していきます。はい。こんな感じで糸始末して裏返してきました。表に返してきたので、ここでサイズを測っていこうと思います。この深さから測っていきます。すっごい伸びるんで、自然に置いた状態で測ります。深さがだいたい、ここもちょっと伸びてるんかなと思って。26センチぐらい。で、横幅も結構伸びるんで、だいたい自然に置いた状態で、分厚いんでね、ちょっと正確なサイズではないかもしれないですけど、30センチぐらいですね。だいたい30センチぐらいだと思います。こんな感じで。で、糸は2玉全部使い切ってないと思うんですけど、足してしたんで、2玉は使ってないと思うんですけど、2玉いるかなっていう感じですね。1玉だと結構浅いんで、それも好みによって違うと思うんですけど、これぐらいの深さの場合は2玉いるかなと思います。で、こういう風にね、頭からスポッとかぶって、クシュって、これだけですごいボリュームがある感じでかぶれるので、つけれるので、いいですよね。これで色違いで作っても可愛いと思うし、メランジもいろんなカラーが出てるので、いろんな色で編んでみてください。こんな感じで可愛くできるので、ぜひ編んでみてください。今回も最後まで見てくださり、ありがとうございます。